皆さんこんにちは、わたたびです。今回は全国でも数少ないランプの宿に宿泊したいと思います。大自然に囲まれているので、滞在中は様々な動物を間近で観察することができます。場所は北海道の東部にある網走郡津別町。山奥にポツンと佇む一軒宿、奥屈斜路湖温泉ランプの宿森津別を目指します。こちらの信号左ですね。よいしょ。はい。こちら左ですね。お客さんいない。はい、到着しました。和琴温泉露天風呂っていう場所になります。こちらがね、脱衣所になりますね。脱衣所の、すぐ向こうは、こんな感じの露天風呂になってます。この中で入る温泉は最高ですね。で一応ね、水着は OK みたいなんですけど、露天風呂での石鹸とかシャンプーは使用禁止みたいです。特にね、脱衣所に男とか女とかは関係ないみたいですね。はい。触った感じね、ちょうどいい温度でした。それじゃあ入ります。もう生まれたての姿です。よっ。気持ちいい。41度ぐらいですかね。すごくちょうどいいです。ちなみに今日は祝日なんですけど、誰もいません。もうこんな感じでこの露天風呂を独占してます。ポコ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 ね、自噴してるっていう感じの温泉です。オイルのようなね、匂いがします。松の山温泉の温泉みたいな匂いですね。お湯はね、結構綺麗ですね。向こうに行けば行くほどお湯が汚かったです。こっちはね、比較的枯れ葉とかもなくてすごく綺麗です。湯船の深さなんですけど、座って胸あたり、ほんと半身浴ぐらいの深さになるんで、肩はねちょっと寒いですね。かといってね、寝転がるとね、自分の一物をさらけ出すことになるんで、ちょっとね、半身浴の三角座りでね、今入ってます。こちらに釣り人が来ました。恥ずかしいですね。これはね、女性の人はだいぶきついかもしれないです。水着着用 OK なんですけど、それでもね、かなりハードルが高いと思います。すっぱだから自分がおるんで余計に入りにくいと思います。さっきね、この辺にリスも走ってましたし、知らない大きい鳥とかも来て、自然に囲まれて最高です。恥ずかしいんですけど、やっぱね、この自然に囲まれた中で入る露天風呂、贅沢ですね。30分ぐらい使ってました。はい。なんかもう人が来たら嫌なんでね、ちゃちゃっと上がって着替えたいと思います。はい、温泉から上がりました。体はね、もうポッカポカで暑いぐらいです。今体が乾いたんですけど、すごくサラサラして気持ちいいです。勇気はいりますけど、皆さんもよかったらね、入ってみてください。温泉自体はね、すごく綺麗なんですけど、この辺で浸かると
汚れがね、汚れというか、沈殿物が舞い上がって少しね、気持ち悪いなっていう感じになります。もし入るんだったらこの脱衣所のすぐのこの辺がね一番ベストです。温度も水質も完璧です。露天風呂の反対側もね湖になっています。いやすごく綺麗ですね。晴れてたらもっと綺麗なんですけどね。あっという間にねお客さんがどんどん来ました。先に入ってよかったです。温泉成分表が書いてあったんですけど、単純温泉の低調性中性高温泉になります。はい、それではね次の目的地に向かいたいと思います。この周辺は結構ね前回の旅で訪れたんでちょっとねまだ行ってないベタな観光地に行ってみたいと思います。ここから56キロあって、1時間ぐらいかかります。今日泊まる宿はねすぐそこなんですけど、まだ時間があるんでね行ってみたいと思います。はい、ここ左曲がったらね三光温泉っていうめちゃくちゃレトロな温泉が、あるんですけど、日帰り入浴は10時からみたいなんで今回はね諦めたいと思います。ここを左曲がると川湯温泉なんですけど、どうなったんでしょうね。来年の頭ぐらいに星野リゾートがオープン予定だったんですけど、なんかいろいろあったみたいで今はどうなってるんですかね。あ、鶴がおった。今映ってたかな。釧路の方ではね、鶴をねちょこちょこ見かけたんですけど、やっぱり今は北海道しか見れないんですかね。はい、だいぶね山の中を走ってきました。あと10分で到着するみたいです。済ましてるなこっち見てるもうちょっとで到着ですね。なんか急に開けて観光地になりました。開いてるか、ちょっと開いてました。よし、ここに止めましょう。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはねアイヌコタンっていう場所になるんですけど、このすぐ近くにね、観光船に乗って離島に行けるみたいなんで、そちらに行くついでにこちらでねお昼ご飯を食べようと思って来ました。アイヌ民族に関係するものがたくさんあります。アイヌ料理とかねそういうのがいただけるみたいです。アイヌのね民芸店みたいなのがたくさんあります。いろいろね店を見て回ったんですけど、食べたいものがなかったんでね、もうちょっとこの周辺をぐるぐるしてみます。でこちらはアイヌの料理とか、あとはね民芸店がたくさん並んでいる場所でした。こちらにはねなんかかやぶきの建物がたくさん並んでます。アイヌ生活館、こちらの建物ではアイヌの踊りが見れるみたいですね。こちら劇場みたいです。はい、こんな感じでね民族の踊りが見れるみたいです。はい、なんかヌサさんという何なんでしょう、アイヌ民族の神聖なる祭壇ですので入らないでくださいと書いてます。なんか神聖な場所みたいです。こちらはね貯蔵庫みたいです。アイヌ語ではプーっていうみたいですね。トイレのことはねイコロっていうみたいです。
はい、ちょっとね、お昼食べようと思ったんですけど、船の時間にね、間に合わないんで、先にね、観光して帰ってきてからお昼をいただきたいと思います。観光船。はい、とりあえずね、駐車場の方に向かいます。駐車場がどれだ？これだ。あ、これか。はい、到着しました。こちらに無料の駐車場あるの知らなくて、こっちのね、有料の駐車場に止めちゃいました。こちらがね、観光船の船乗り場になります。船の料金は、大人1人2400円で、島に博物館があるみたいなんですけど、その料金も含まれています。こちらにある中類島というね、島に向かいます。現在地がこの幸運の森っていう場所になるんですけど、ここからね、約ね、1時間35分かけて一周回ります。で、この中類島はね、特に何もないんですけど、このマリモ展示観察センターというのがあって、マリモが育つ過程を、見ることができるそうです。それがね、見たくて来ました。はい、こちら待合室なんですけど、待合室の中にはね、マリモのお土産がたくさん売ってます。ちょっとお腹空いてるんで、何か食べてから行きたいと思います。すごっ。めちゃくちゃ大きいマリモです。久しぶりに見ました。マリモっこり。はい、食べていかれますか。はい。先にお会計させていただきます。よし。こちらね、芋団子です。いや、美味しそうですね。それではいただきます。すごいカリカリです。いただきます。熱っ。うまっ。中もちもちで外カリカリ。阿寒湖を見ながら食べる芋団子は格別です。ザンギもね、注文しました。めちゃくちゃいい匂いしてきます。めちゃくちゃでかいです。熱い。サクサクやけどめちゃくちゃ熱い。うまい。揚げたて。揚げたて。あと出港までね15分あります。普通に飲食店行けたかもしれないですね。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日はね祝日なんで結構お客さん増えてきました。よし。中に入るか。よいしょ。2階に行こうと思ったんですけど寒すぎてね、こちらの1階の室内にしました。それでは大変お待たせいたしましたが、改めてご挨拶申し上げ、周遊コースのご案内を申し上げます。中類島に向かうまで船内放送で見どころとかね案内してくれます。7月中旬に白い花を咲かせるこちらがね博物館です。
はい、こんな感じでね、マリモができるまでの過程をね、見ることができます。20センチぐらい。すごい。この島にいる時間がね、15分間しかないんで、あんまりゆっくり見ることができませんでした。2階もね、室内があったんで、2階に行きます。あ、ここもあったかい。あ、ストーブ焚いてあるのかな。あったかいです。はい、出発です。はい、帰ってきました。帰りはね、もうほんと一瞬でした。15分とかそれぐらいですかね。そうそうそう。で、さっきのね、待合室でこちらマリモ買いました。さっきのね、博物館みたいなところに行ったらマリモが欲しくなって買いました。マリモを育てるにはこのマリモのご飯っていうのがいるみたいです。これ1本でね、半年ぐらい持つって言ってました。もしなくなったら多分通販とかあると思うんで、そちらで買います。これが大きくなるのが楽しみですね。はい、それでは出発です。39キロ道なりみたいです。さっきのね、観光船の感想なんですけど、ほとんどね、船に乗ってるだけで中類島に到着しても15分しかね滞在することができないんで、こうバタバタした感じで、お客さんもすごく多くてね、ゆっくり見ることができませんでした。中類島までは、船内放送で案内しながら向かってくれるんですけど、全部日本語なんで、海外の方はね、もしかしたら楽しめないかもしれません。道の駅があったんでちょっと寄ってみます。なんか食べるものがあればいいんですけど。すごい、駅か。駅の後やね。後やね。はい。はい。はい。道の駅相生っていう場所に来たんですけど、駅の跡地になるんですかね。こちらにね、線路と列車があって、この駅っぽいのがカフェになっています。面白いですね。で、道の駅はね、こっちなんですけど、もう炭火のいい匂いがめっちゃしてきます。熊焼きってなんやろ。すごい並んでる。全品完売です。大人気の道の駅です。こちらでね、あったかいお蕎麦を食べようと思ったんですけど、なんとね、全品完売でした。なので、こちらのね、熊焼き買ってきました。で、こちらをね、もうお昼代わりに食べます。電車にはね、全然詳しくないんですけど、結構古そうな列車がね、止まってます。廃線跡利をしてるんですかね。なんかもともと駅っぽそうです。北見相生駅で、左がね、布川駅っていうみたいです。カフェですね。こちらカフェの横にもね、こんな感じで列車が止まっています。牛すじカレー完売、牛肉うどん完売。はい、こんな感じで今日はね、日本で一番ついてない男です。ここがね、元祖熊焼きみたいなんですけど、そもそも熊焼き自体を初めて見ました。
ちゃんとね、密封してありますね。これが定番の熊焼き。元祖熊焼きをいただいてみたいと思います。あったかい。めちゃくちゃ可愛い。たい焼きみたいな感じですね。生地にもね、豆乳が練り込まれてるみたいです。はい。すごくもちもちしてますね。生地が美味しい。でもたい焼きやね。はい、それではね、宿の方に向かいたいと思います。目の前に見えてる山の中をあと10キロ走ったら到着します。はい、もう到着ですね。こちらです。レストランもあるんや。そうそう。日帰り入浴もやってるから、意外とやっぱ車は、そんなことないか。多くはないか。はい、到着しました。こちらはね、奥屈斜路湖温泉ランプの宿森津別っていう、温泉宿です。青森県の青鬼温泉とか岐阜県の土合温泉みたいにランプの明かりのみで夜を過ごすっていうような場所ではないんですけど、実際に宿泊してみないとわからないんで、どんな宿なのか今日は体験したいと思います。はい、とりあえずね、チェックインしたいと思います。入り口を入ってすぐ左手がですね、こちらフロントになります。で、その真正面がですね、ラウンジになります。こちらのロビーでは、エゾクロテン、エゾシカ、エゾシマリス、エゾタヌキ、カケスなどね、いろんな動物が見れるみたいです。はい。で、今回泊まるお部屋はね、この大浴場を通り過ぎた向こう側ですね。清流館と森林館っていうのがあって、今回はね、こちらの森林館の方に宿泊します。こちらがね、休憩室ですね。はい。よいしょ。こちらのね、251号室なんですけど、すぐ隣はね、こんな感じで、アメニティが用意してくれています。で、浴衣とかもありますね。こちらが浴衣の見本で、こちらにね、浴衣も置いてます。はい、それではね、お部屋の方に入りたいと思います。はい、玄関入ってすぐがね、クローゼットになってるんですけど、こちらにはバスタオルとかタオルで、浴衣はね、外にあるんで、外の浴衣を使うみたいです。入浴用のバッグも置いてくれています。で、玄関の扉の左側は洗面所ですね。で、左手、こちらはトイレです。ドライヤーは置いてあるんですけど、こちらにはね、シャワールームはついてません。クローゼットのその向こうはもうお部屋になってます。こんな感じの8畳の和室になってますね。すごくね、清潔感があって、ところどころね、おしゃれになってます。で、こちらもね、布団引いてくれてます。で、またこちらにも洗面所があります。
はい。ポットとか、あとこちらの森津別の、コーヒーですね。コーヒーが置いてあります。で、畳の向こうはね、こんな感じでくつろぐスペースとなってます。こちら障子の向こうがすごく気になるんですけど、ちょっと見てみたいと思います。よいしょ。あ、残念。ものすごく残念でした。目の前は駐車場でした。これは仕方ないですね。もしかしたら渓流館の方は景色が綺麗なのかもしれないです。それか3階とかだったらね、向こうの景色を見渡せるのかもしれないですね。はい、外の景色はこんな感じでした。こんな感じのね、お部屋になってます。こちらがお月菓子ですね。何の鳥かわかんないんですけど、鳥の絵のクッキーと、やっぱりランプの宿といえばね、ランプの絵が描かれたクッキーです。で、夕食朝食はね、レストランがあって、こちらのね、朝食券と夕食券もらいました。お土産付きのプランにしたんですけど、こんな感じでね、T シャツが2枚ももらいました。で、すごくね、生地もしっかりしてます。ちょっとこれ開けてみますね。こんな感じの T シャツです。すごくね、生地もしっかりしてて、で、プリントもね、こんな感じですごく可愛いです。後ろのプリントもね、しっかり入ってます。こんな感じの、プリントが入っています。洗濯しても縮まったりしないいい T シャツだとおっしゃってました。で、今ね、一生懸命お腹へこましてます。他にも色あったんかわかんないですけど、ピンクもあります。はい。で、フロントのね、方がすごくね、対応がいいというか、親切でね、喋り方も穏やかで、で、もしね、こちら、今 L がね、品切れみたいなんですけど、入荷次第、後日発送してくれるみたいです。こちらの館内の案内図になるんですけど、こちら、清流館と、森林館があります。で、まずこちら、このフロントの方が清流館になります。入ってすぐ左手にフロントがあって、で、こちら正面がラウンジになってます。で、いろんなね、動物が見れるみたいです。左側には宴会場があって、で、2階が客室になってます。森林館の方なんですけど、通路でつながってます。手前にサウナがあって、その奥には内風呂があって、露天風呂があります。で、サウナもね、これ2種類あるんですけど、瞑想サウナと、何だったかな、カジュアルサウナだったと思うんですけど、こちらどちらも入れるように時間帯で男女入れ替わるみたいです。で、すぐこの横にですね、家族風呂もあります。こちらね、4時半に予約したんで、後でどんなお風呂か入ってみたいと思います。ちなみに入浴料金は1時間3000円です。ちょっとね、お高めの家族風呂になります。日帰り入浴の方は料金は大人1人800円。で、入浴時間は10時半から21時まで。で、最終受付は20時までです。日帰り入浴の方もこの家族風呂を利用することができます。入浴時間は宿泊者も一緒で10時半から21時までです。こちらの温泉の泉質はアルカリ性単純温泉で pH 値は 9.6 です。泉温は 43.5 度と少し高めで、加水はしてないみたいなんですけど、循環ろ過、塩素殺菌はしてるみたいです。森林館の1階は、こんな感じで、カラオケルームとか、あと書籍、研修室とか、麻雀ルームに卓球台で公衆電話があります。2階3階は客室になります。ここはね、電波入るんですけど、車での道中は電波は全く入りません。こちら津別町はですね、町の 86% は森林になってるんで、都会では味わえない満天の星空が綺麗だそうです。カメラには多分映らないとは思うんですけど、夜になったらね、空を見上げてみたいと思います。はい、それではね、貸し切り風呂の予約の時間になりましたんで、入りに行きたいと思います。
こちらにはね、ドリンクが売ってるんですけど、いや、普通の値段ですね。100円とかもあります。すごく良心的なホテルです。はい、こちらが家族風呂です。それではね、早速入りたいと思います。おあ、めっちゃいい。うわ、すごい。脱衣所がね、こんな感じですね。すごい。めちゃくちゃおしゃれです。で、宿泊者はね、こちら2000円でした。こちらにはね、お水と、あとソファーまであります。扇風機もあるんですけど、こちらにね、エアコンもついています。洗面台はこんな感じで、アメニティとか、あとタオルはですね、部屋から持ってくる必要があります。で、こちらが浴室なんですけど、こちらが浴室になります。いやー、これはいいですね。で、左側はシャワーになってて、ボディーソープ、リンス、シャンプーが置いてあります。それでは早速入りたいと思います。ちょうどいい温度です。41度くらいですかね。で、無色透明で匂いもないんですけど、ぬるぬるですね。ぬるぬるの泉質の温泉になります。ガラスの向こうなんですけど、ちょっと見にくいんですけど、こんな感じでね、すごくいい雰囲気の中庭になってます。今ね、明かりを消して入浴してるんですけど、めちゃくちゃ最高ですね。温泉から上がりました。美人の湯っていうだけあってね、すごくぬるぬるでした。貸し切り風呂はね、4時半から5時半までの1時間利用できるんですけど、ゆっくり入ったつもりなんですけど、全然まだ時間ありました。こうやってね、座って待ってたらいろんな動物が来ます。それではね、夕食の時間になったんで、レストランの方に行きたいと思います。いや、これドリンクバー200円ってすごい良心的やね。はい。すぐ横はね、中庭になってます。はい、夕食はね、こんな感じです。いただきます。意外とさっぱり、冷たい。あ、すいません、ありがとうございます。はい。これホタテがめっちゃうまい。知床鶏の照り煮かな。良さそうですね。あとこちらキムチ鍋とさせていただいてます。豚肉を使っておりますが、赤身があれば湯にくぐらせていただいてからどうぞ召し上がっていただきたく存じ上げます。はい。キムチ鍋。
うわ、いい匂いしてるわ。なんかいろいろ入ってるね。うん。これはなんだろう。これカニのようななんか練り物かな。カニの練り物みたいな。スタンダードでこんな多く入ったらすごくいいね。いいね。食べたことないような味、でも美味しい。かぼちゃの冷製ポタージュ、ズワイガニ添え、カニのほぐし身がこんなに入ってる。ちょっと待って、これ食べきれるかな。まだ7種類料理出てくる。はい、ありがとうございます。鍋食べるの忘れてた。キムチ鍋いただきます。結構しっかり辛いね。うん。美味しい。美味しい。いや、たまにさ、こう左に気配を感じんだけど動物が通ってんのかなこんな山の中でさ、おしゃれな料理食べてるのが変な感じやね。これも絶対うまいやつや。うわ、チーズがすごい。あ、うまっ。ご飯はね、これで最後です。あとデザートがね、来るみたいで。柔らか。めちゃくちゃ柔らかい。びっくりするぐらい。北海道産の牛のほほ肉の柔らかに。ほほ肉なんや。めちゃくちゃ柔らかい。またソースがうまいんや、これ。で、こちらもね、知床鶏の炊き込みご飯ですね。知床鶏とか初めて食べます。鶏は鶏やけど、なんか知床鶏って言われたら特別感あるな。炊き込みご飯とお吸い物おかわりできるみたいです。デザートのパインソルベっていうデザート。ソルベはね、シャーベットっていう意味みたいです。口の中パインが広がる。すごいね。うんパイナップル食べてるみたいやもんね、普通に。いや、ほんとほんと、んそうそうそう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。変わったお土産がね、たくさん売ってます。道の駅とかではね、売ってなさそうなものがたくさんあります。こちらね、お土産を買いました。はい。ランプの宿の温泉の素ですね。ここの温泉がすごくね、ツルツルで良かったんで、お土産に買いました。夕食の方食べてきました。すごく美味しかったです。すべてね、創作料理になるんですかね。食べたことない味で、でも美味しくてね、大満足です。量もちょっと多いかなっていうぐらいで、もし足らなくてもね、炊き込みご飯とお吸い物がおかわりできるんで、お腹いっぱいになると思います。グレードアップコースっていうのがあって、そんなに高くなくて少しのお値段足しただけでお料理をね、グレードアップできるんですけど、何よりも隣の料理がすごくてね、そっちに驚きました。もうすごい霜降りの肉がこう綺麗に巻かれてて、それがお皿の上で山積みになってて、もうびっくりしました。グレードアップしたらよかったなって、本当に後悔しました。でもスタンダードプランでも十分美味しかったし、すごくね、豪華だなと感じました。ツアーもあるぐらい星がね、綺麗みたいなんですけど、今日はね、雨降ったり曇りだったり、星が見れるかわかんないんですけど、ちょっとね、見てみます。残念ながら何も見えないですね。こればっかりは仕方ないですね。はい、それではね、大浴場の方に行って、今日はね、ゆっくり寝たいと思います。おはようございます。ちょっとね、仕事が全然終わらなくて、大浴場も朝風呂も入れなかったです。で、もう7時になったんで、朝食の方に向かいたいと思います。
おるわ鳥見てほらちょっとどっか行ったおるおるわ鳥がよし朝はバイキングですね朝食はバイキングでした。いただきます。いただきます。第2弾です。ごちそうさまでした。はい、朝ごはんの方食べてきました。美味しかったです。動けないぐらい食べちゃいました。で、こちらの、宿に泊まっての感想なんですけど、入り口入ってすぐね、すごくおしゃれな空間に、ロビーのね、窓の向こうは大自然になってます。なので、いろんなね、動物に出会うことができました。お料理もね、すごく美味しくて、もう正直グレードアップしたらよかったなと思いました。あと、ロビーの方もね、すごく丁寧で親切な対応で大満足です。で、こちらのね、気になる料金の方なんですけど、大人2人、1泊2食付きで33,840円でした。1人当たりだいたい17,000円ぐらいですね。こちらのオリジナル T シャツ付きのプランです。この大自然の中でご飯が食べれて、いろんな動物に出会えて、経験できないような体験ができますので、本当におすすめだと思いました。今まで訪れたランプの宿とはちょっと違いましたけど、これはこれでね、すごく楽しかったです。皆さんもよかったらね、ぜひ宿泊してみてください。それでは、チェックアウトします。よいしょ。わ、寒っ。いい天気。はい、それではね、次の目的地に向かいます。いやー、すごくいい宿でした。あとね、T シャツがもらえるのもまたいいですね。ちなみにT シャツは2200円で販売してました。なので2着だと4400円もしますね。